はい、こんにちは。アダルトチルドレンについての電子書籍作家、自分探しイズムです。書籍は、現在のところ5冊出版中で、そのうちの2冊でベストセラー1位を獲得しています。興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。それから、このチャンネルの動画は全部字幕も整備してあります。字幕付きで見たいという方は YouTube の字幕設定をオンにしてください。はい、では本題に入りましょう。前回と前々回の動画でアダルトチルドレンの特徴を10個紹介しましたが、今度はこれを一つずつ深く掘り下げていきましょう。今日はその1つ目。心が成長していない、心が未成長、甘えているという話をします。心は安全で安心できる環境で十分に愛されて成長するものなので、不幸にしてそのような環境にいなかった人は心が成長していません。普通小さい子供は親の母性愛で愛されて育ってきます。つまり母性愛のある親にとって子供は存在してくれているだけで可愛いから、特別に何か自分の役に立たなくても子供に常に愛を与えています。このような親は自分の欲求よりも子供の欲求を優先してくれます。こうして子供は自分の本性通りの欲求を満たすことができます。子供の本性通りの欲求とは、愛されたい、構ってほしい、認めてほしい、気持ちを理解してほしい、自分を中心にしてほしい、味方になってほしい、自分に強い関心を持ってほしい、感情を出したい、安心して全てを任せたい、ああしてほしい、こうしてほしい、などなどです。小さい子供はこのような欲求の塊です。このような本性的な欲求を満たせてもらえて、心は健やかに成長していきます。でも世の中には心が未成熟のまま親になってしまう人もいます。心が未成熟ということは、今挙げた小さい子供が持つ本性的な欲求を大人になっても持ってるということです。つまり自分が愛されたい、自分が認めてほしい、自分が気持ちを理解してほしい、自分が感情を出したい、自分が安心して全てを任せたい、自分がああしてほしい、こうしてほしい。心が未成熟で、子供も親も自己中心的でわがままの場合、必ず力の強い親が勝ちます。つまり親が力で子供に甘えます。だからああしなさい、こうしなさい、なんでこうしないんだと激しい怒りで子供から甘えを奪い取ります。要するに心が成長していないので、幼児のように自分ってもう自分しかない。自分の立場しか考えられない。相手の気持ちなど1ミリも理解できない。でも心が未成熟な大人は自己防衛がすごいです。認めたくないことは絶対に認めません。例えば自分は自己中心的で子供より自分が大事などとは普
つ認められません。子供をこんなに愛していると自分にも子供にも言い聞かせます。自分にも言い聞かせているところがポイントです。そこで本人は本当に自分より子供が大事だと思っています。これが自己防衛です。この自己防衛が崩れては大変なので、言葉では子供のためにあなたさえ良ければと連呼します。そう言い聞かせる必要があるので何度も言います。けれども本当は自分のためなのです。心の深いところでは自分にベクトルが向いています。だから子供にしてみたら、親にあなたのために言ってるの、こんなにあなたを愛してると言われているのに、なぜか寂しい、なぜか温かいぬくもりを一度も感じたことがないと感じるのです。このように親の心が未成熟だと、子供の気持ちより親の気持ちが優先されてしまいます。このような親のもとにいる子は自分の欲求を出そうとすると怒られるので、自分の欲求が出せなくなります。そしていつの間にか親の欲求だけを叶える人へと成長していきます。これでは心は成長できません。だから大人になっても甘えが残っているのです。いや、俺は甘えてないと反論したくなる人がほとんどだと思いますが、気づいていなくてもアダルトチルドレンは甘えています。ここで前々回の動画のおさらいをします。あなたは甘えていますと聞いて不快になる人、責められていると感じる人もいるかと思います。多くのアダルトチルドレンはそのように感じる思考回路ができています。でも甘えるようになったのはきちんと理由があります。ここが大事です。理由があってこうなっています。アダルトチルドレンは自分はみんなと違う、普通ではないと感じる人が多いですが、このように育ったのでこうなったということは、あなたは普通だったということです。人間としてノーマルだったので、もらうべきものがもらえなかったがためにこうなってしまったということです。あなたは悪くありません。だからアダルトチルドレンを責める人、自分が被害を受けたわけでもないのに責める人などというのは、この理由をわからない人です。そんな人の言葉を気にする必要はありません。私は自分も甘えていましたし、この理由がわかるのでアダルトチルドレンを責めるつもりは1ミリもありません。もし責められているように感じるのであれば、自分の思考回路がどうなっているのか考えてみてください。私は責めるつもりは1ミリもありませんが、事実は伝えます。なぜなら事実を理解できないとアダルトチルドレンは悪化していくからです。ですので責められていると捉えずに、またご自身でも自分を責めずに、どうか事実だけを受け取ってください。事実を受け取れと言われても、そもそも私を甘えてないしと思う人もいるかもしれません。
ではどういう人が甘えているか考えていきましょう。大人の甘えとは、腕枕をしてほしいとか、頭を撫でてほしいとか、抱っこをしてほしいなどではありません。大人の甘えとは、こう思ってほしい。自分をこう扱え。なんで私の望む通りに行動しないんだ。こういう思考です。もちろん無意識ですが、自己中心的に世界が回っていると感じているので、そうならない時に怒りになる思考です。自分だけが良ければいいので、ああしてこうしてと人を操作しようとする思考です。自分しかないので、自分の心の必要性を他人にぶつけますが、これも甘えです。どういうことかというと、例えば配偶者へのイライラを子供へぶつけるなども、自分の心の必要性を他人にぶつけているということです。子供に甘えているということです。また自分では何もしないで、あなたが私を幸せにしてというひたすら受け身の姿勢でいるのも甘えです。これらはどういうことかというと、小さい子供は一人では生きられないので、自分は働かなくても親が働いてくれる。ご飯を食べさせてもらえる。住む場所を提供してくれる。外敵から守ってもらえる。遊んでくれる。などなど。全部やってもらえると思っていて当たり前です。さらに、幼児的万能感という言葉があるように、自分は何でもできる、何でもなれると思っています。このように小さい子供は自分の欲求は完全に満たされて当たり前だという感じ方を持っています。もちろん無意識ですよ。無意識にあります。心が成長していない大人も心の深い部分に自分の欲求は完全に満たされて当たり前だという幻想があるのです。でも意識の浅い部分には、自分は何もできない、誰も助けてくれない、誰にも甘えられないなど真逆の感じ方もあるので、自分が甘えているとはなかなか感じられないのです。同じ人の中に意識では自分は誰にも甘えていない、無意識では自分の欲求は完全に満たされて当たり前だといった感じ方があるのです。文字通り無意識だから気づいていないのです。だから意識では甘えていないと思っている。そして恋人の存在自体を愛していると思っている。それなのに LINE の返事が遅いと不安を通り越して怒りになる。恋人が休みの日に友達と遊ぶというと怒りになる。ご飯をおごってもらったのに安いものだと不満になる。などなど、こういうのは根っこに自分の欲求は完全に満たされて当たり前だというのがあるということです。それとか、掃除はこのようにしろ、ご飯はこのように作れ、俺がいるときはこういうことをするなと恋人や配偶者に要求が多い人がいますね。これなんかも自分の欲求は完全に満たされて当たり前だという前提があります。自己中心的でああしろこうしろがものすごく多いのです。他にも子供を愛しているという
それでいて、子供なんだからお手伝いしなさい、なんでこんな成績しか取れないんだ、なんでこんなこともできないんだと、要は条件付きの愛ですね。こうならないと愛さないよってなるのも、子供に対して自分の欲求は完全に満たされて当たり前だというのがあります。ここのポイントは子供に対してですからね。普通は子供が親に対して甘えるのは当たり前だけども、親が子供に対して甘えているということです。心が未成長のために甘えている人は、心の深い部分、つまり根っこに甘えがあるので、見境がなく甘えます。今言った子供に対しても甘えているし、世界全般に対して甘えています。つまりゲームをすれば、ゲームの結果にまで自分の欲求は完全に満たされて当たり前だというのがあるので、ゲームの結果がうまくいかないとやたらイライラするとか、運や健康や生活面全般に対しても自分の欲求が完全に満たされることを要求しています。だから A と B の選択で A を選択したとする。でも A は失敗だったとき、なんで私は A を選んでしまったんだ、もうといつまでも自分を責める。未来のことは誰にもわからない。選択ミスは誰にでも起こる。そしてミスれば誰でも悔しい。でも自分の欲求は完全に満たされるべきだと強く感じている人ほどイライラも強くなります。自分の欲求は完全に満たされるべきだがある人は、ちょっと寝つけないともう大変。なんで寝れないんだ、なんで寝れないんだ、いつもこうだ、なんで私ばっかこうなんだ、イラ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 。もう少し具体的な例を出すと、上司がモラハラなんです、ひどいんです、いつもああでこうで、昨日もこんなにひどいことを言われました。昨日だけではなく何度もなのでメンタルが壊れて今日も休んでしまいました。こんな会社続けられませんと言います。そこで、確かにひどい上司だね、そんなひどいのならその上司の上司に相談してみたらと返すと、それはできません。上司の上司とは一度も話したことはありませんから。ならその嫌な上司にそのように言われるとメンタルを壊してしまうので、言い方を変えてほしいとやんわり伝えてみたらと提案すると、それはできません。そんなことを言ったら倍返しにされます。なら同じようにモラハラされている人たちと連合を組んでみんなで話し合ってみればと提案すると、それもできません。同僚の中には上司とつながっている人も何人かいるので、何かできそうな対策はないの？はい、ないです。このままだとうつ病になってしまうかもしれないし、どうすればいいのかと困っているのです。どうすることもできないのならやめて他の仕事を探したらと提案しても、それは生活ができなくなるので無理です。失業保険もらっている間に次の仕事探せば、今の会社は上司は嫌ですけど給料はいいので、ここを辞めたら今以上に給料をもらえるところはないと思いますし、同僚もいい人なのですと会話が進まない。周りにこういう人いませんかね？自分は何もしないで、さらに自分が上司に不満だということはバレずに解決してほしい。上司は嫌だけど同僚と離れたくない。上司は嫌だけど給料はいい。上司は嫌だけど辞めたくはない。つまりあれもこれも要求している。あれもこれも全部欲しい。これも根っこに自分の欲求は完全に満たされて当たり前だというのがあります。
だから自分は何もしないで、自分は何の痛みも感じない方法で、何のリスクも背負わずに、自分の不快だけは消えるべきだと望んでいます。現実は自分の欲求がいつも完全に満たされることはないので、自分の欲求は完全に満たされて当たり前だ幻想を持っている人はストレスの塊になるし、あの人も嫌い、この人も嫌い、みんな嫌いという風になります。こうなると良い恋愛関係は長くは続かないし、親しい人間関係は築けません。はい、ではここまでにしましょう。今日のおさらいです。甘えというとネガティブに捉えることが多いですね。例えばわがままな子供に対して何甘えてるのと怒る親は多いです。そこで我々は甘えてはいけないと思い込まされながら育ってきます。でも甘えとは心が成長するために必要な要素です。ただ大人になると周りは甘えさせてくれないというだけです。子供のうちに甘えることは決して悪いことではなかったのです。甘やかされるのもまた問題が出ますが、心が成長するためには愛されることが必要だったのです。親にとっては大変ですが、子供の本性的な欲求を満たせてもらえるということは、つまり安心してどっぷり甘えさせてもらえるということは、存在自体を愛されているということです。不幸にして愛されて育っていない人は心が成長していません。心が成長していない人は本性的な欲求をまだ残しているので、無意識で甘えています。だからといって絶対に自分を責めないでください。なるようにしてなったのです。こうなるのは当たり前だったのです。そして多くのアダルトチルドレンは甘えていることに気づいていません。意識の上では自分は甘えていないと思っています。だからいつも何も悪いことをしていないのに嫌われてしまうのです。でも自分は甘えていると気づいていなかった人がそれを認められるようになると、そしてそれを忘れないように意識し続けられると変わってきます。心が成長しないと根っこにある甘えは消えませんが、そして成長するには長い時間が必要ですが、成長していなくても気づいて認められていると変わってきます。アダルトチルドレンは人生が辛いから変わりたいという気持ちが強い人は多いです。この気持ちが強いので、甘えると嫌われると分かっていて、そして自分は無意識で激しく甘えていると認められている人は自分をコントロールできるようになってきます。気づいていないときは心の奥にある甘えに支配されていて、自分で自分のコントロール能力を失っているのです。もちろん最終的には心を成長させなければなりませんが、その前にもこの心が未成長の自分とうまく付き合う方法を学んでいけばいいのです。そ
それは分かった。今気づいた。甘えていると認めよう。だから早く次の心の成長の仕方を教えてくれ。と感じる人もいるかもしれません。難しいかもしれませんけど、この心理に気づいてほしいのです。自分には苦労があってはいけないという前提があるんです。これが甘えているということです。これは認識が甘いというか、現実を甘く見ているんです。心はそんな苦労もせずに簡単に成長するものではありません。意識の浅い部分で気づいて認めたつもりでも、心の深い部分で腑に落ちていないとすぐに忘れます。また同じことを繰り返します。そしてアダルト・チルドレンが気づいていないことは一つだけではなく、多くのアダルト・チルドレンはいろいろな自分に気づいていません。まずは気づいていない自分を時間をかけて徹底的に探すことです。そしてその自分を絶対に責めないということができて、土台が作られていきます。その土台がないまま心だけを成長させようとしても無理です。何でも簡単にゴールがあるということにしてしまうのは、無意識に自分の欲求は完全に満たされて当たり前だ幻想があるということです。現実はそんなに甘くないのです。現実を甘く見ていると、アダルト・チルドレンの回復というアダルト・チルドレンを乗り越えることができません。焦らず、現実を偽らず、土台を作りましょう。厳しい現実ですが、現実通りに世界を見ていけば出口はあります。大丈夫です。この辺のことはアダルト・チルドレンを回復するにはとても大事なことなので、どうやって甘えの欲求を満たしていくかなども含めて、アダルト・チルドレンの生き方という著書に書いてありますので、興味のある方はそちらも参考にしてみてください。はい、では今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。今後もアダルト・チルドレンの回復に必要な情報を発信していきますので、仲間の皆さんチャンネル登録をお願いいたします。ではバイバーイ。